フライトジャケット塾開講です。バーゼリクソンズ亀谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは何ですか？ですね、米陸軍航空隊が、はい開発した B15 という、B15、コットン製のジャケットですね。陸軍航空隊はですね、当時気温域にジャケットを目的別に作ってまして、はい、この B15 というのがインターメディエートゾーン、中間ですね。中間ですね、はい、マイナス10度から摂氏10度、この気温域を飛ぶ目的で開発されたフライトジャケット。はいはい。でこのコットン製の前はですね、後で紹介する B10 っていうのがあるんですけども、はい、その前は革製シープスキンムートンの B6 というモデルから、はい、インターメディエートのカテゴリーが分かれて、B10、B15 でこの後にもまだ続くんです。はい、時代とともに最先端の素材が開発されてですね、はい、シルエットとかディテールですね、この辺も開発されてですね、はい、どんどん飛行機の発達とともにジャケットも進化していく。これは今期のバズ・リクソンズのモデルですか？モデルです。はいはい。でですね、まず特徴とすればこの大きなムートン、天然ムートン、シープスキンの B6 の名残がまだここに残ってます。おお、そうか。全身ムートンから襟だけムートンに変わっていくわけですね。そうなんです。はいはい。で表地がコットンツイル、はい、裏地がですねライニングがついてまして、アルパカモフェアのウールパイルがついてまして、はい、これの前のモデルの B10 というタイプは、はい、これとは結構違いまして。似てますよね。でも、はいはい、使ってる素材はほぼ同じなんですけど、はい、形とかディテールに変化が見られまして進化してるんですね。はいはい、立体裁断といいまして、はい、腕がですね操縦しやすいようにこう前の方にこう来るようになってるんですね。最初の段階からこうなってるということですね。はいはい、これ以前の B10 は割と直線的な、これがこうなって飛行機を操縦しやすく改良されてるんですね。B15 はインターメディエートゾーンの、そのこれからまたこの後の時代、どんどん変化していくんですけども、はい、これがもう基本形を確立した。そうか。B10 ではなくて、はい、B15 がほぼ基本形なんですね。外観とか形、シルエットとか、そうなんです。後で細かくその紹介 しますけど、はいはい、こちらが先ほど紹介した B10 ですね。こうやってパッと見はほとんど同じジャケットに見えます。はい、使ってる素材材料はほぼ同じなんですけども、はい、やはりシルエットとか形とか、機能性といいますか、襟の大きさも一回りこちらの方が大きくなります。小ぶりな襟で B15 の方が大きくなってるんですね。一回り、はい、大きいです。でこのセンタージッパーでオフセットのジッパーちょっと右にずれてる、はい、で前立てなんかも B15 ですと上まで来てますけど、こちらの方はねまだ半分なんですよね。こういう形。前立て、あ、これですね。はい、ウィンドフラップと呼ばれるやつなんですけど、であとはポケット、パッチポケットからそうですね、はい、スラッシュポケットで手を入れた時に保温性があるように中にコーデュロイなんですね。手触りも柔らかく保温性がある素材。これも見えないところであるんですけど B15 の特徴。B10 ははい、パッチポケットです。そうですね、パッチポケットですもんね。でペン差しポケット。そこにある。これは袖に来たと。袖に移動。はい。と内側ですね。はいはい。内側はほぼ一緒。ライニングのポケットは B10 の時は1つなんですけど、2つ。両方に。これは物入れる用のポケットそうですね。ですよね。はいはい。でこうやって腕を前に下ろした時に分かりやすいと思うんですけど、そちらの方がなんとなくこうラウンドしてるような。普通に持ってるだけですこれね。はい。手が前行ってますね、確かに。はい。そういうことなんだ。あと背中のダーツもなくてエポレットが B10 にはついてて、それが排除されて、いわゆる革の時代のフライトジャケットに近いんですか？そうなんです。こっちは B10 は。そうなんです。なんかディテールがそんな感じですよね。はい、G1 とほぼ同じような形を
素材だけ変えた。はい、この時代の直前にですね、陸軍と海軍共用目的のアーミーネイビーっていうシリーズのG1 系統で出たんですけど、結局米陸軍航空隊ではあまり使わず海軍だけのほぼ海軍だけに使われた。で陸軍航空隊はその着なかったジャケットをインターミディエートの B10 にライニングをつけて落とし込んだっていうものなんです。そうなんですね。これはじゃあ海軍では使ってない、もう陸軍航空隊のみのモデルという位置づけですね。はい、これが開発されて支給されたのは1943年で、1944年、でこの後に今度アルファベットが B15 というタイトルに付加されて、末尾に付加されて、B15A というまた改良されたモデルが、ここからの改良モデルがこれのもう数ヶ月後で B15A が出るんです。1944年ですから、その1年単位もしくは数ヶ月単位で変わっていくということは、日夜常に研究と開発が行われていたっていう、そういうことですね。短いスパンでどんどん変わっていくので、すごくだからフライトジャケットに対するその研究する情熱を感じます。すごい面白い見方ですね、それは。外観から見ればですね、その立体裁断を取り入れた、これですね、シンプルなジャケットという感じがすると思うんですよ。ですけど、この B15 シリーズインターメディエートシリーズ、これはね、裏返すとすごくその機能美あふれるジャケットだなというのが分かるんですよ。裏返して見ることはあんまりないですからね、我々。面白いな。裏返してきて、先ほどもちょっと紹介しましたけど、こういう収納ポケットがまず結構容量大きいです。手のひらがすっぽりもう覆われるぐらいの、と裾と袖口と、肘の内側、ここですね、ここはと脇の下、ここ、これはですね、動きやすいようにくり抜いてあるんですよ。ここには裏地がないというか、これは切り込みが入ってたりとか、でなおかつその滑りやすくレーヨンコットンの素材のレーヨン側を肌に当たる方、着る方に滑りやすいように摩擦を防げるように、こういうテクニックはもう B15 から始まって、後のナイロン製に変わった B15、B、C、D、MA1 まで、キングオブフライトジャケットで皆さんが知ってる MA1 に至るまで、中綿のウールパイルを切り込んで袖口もカットして、MA1 の脇の下もこんな風にくり抜かれてます。本当にそういう意味では原点なんですね。ここからもうインターミディエートの基本形が確立されたと言っても過言ではないです。1944年ですね。もうその段階終戦直前ですもんね、第二次世界大戦の。44年の後半、45年ぐらいになりますと、またこの後の B15A っていう、ここに三角タブのついた、両方追加されて、そういったものがもう開発またされて、どんどん進化していくんですね。実はこの時代のインターミディエートのフライトジャケットのセットアップとしてトラウザーもあるんですね。同じ防寒性を兼ね備えた下ですね。それも今期作ってるので、いいですか、紹介して。もちろんです。バズリクソンズ珍しいですよね、下作るのって。そうですね。それはちょっとお願いします。すみません。詳しい紹介を。B15 の下はこれなんですね。これなんです。これはA11 トラウザースと言いまして、A11、先ほどのレーヨンコットンがやはりこのウエストに滑りを良くするためにとか、これもひっくり返すと後でご紹介したいんですけど、ものすごくそのギミックが隠されてます。これはすごい、なんか作りも、ファスナーもこんだけ長いです。そうですよね。バズリクソン史上一番長いファスナーじゃないですか。そうですね。
あとこのファスナーの特筆すべきは、こう下までストッパーまで下ろします、まずは。はい、でちょっと脱ぎ着を早くしたいという時に、これをもう下まで力入れて、そうするとこうやって開いていくんです。全部こう上げなくていいんですね。全部開いていくんです。そんなファスナーが開発されてたんですか、この1940年代に。このファスナーも一度だけ自分作りたくて、これをなんか作りたくなっちゃってこのもうギミックに惚れたわけですね。惚れたわけなんですね。で先ほど紹介したその裏 B15 と同じように、その膝裏と膝とかフロント、ファスナーなんかも噛まないようにライニングのアルパカをこうやって、あとフロントなのでこう滑りがよく、であとはですね、この下に電熱線入りのスーツを着るんですね。で本当に寒い時はコンセントを機内に挿してですね、暖を取るっていう。でそのコンセントを下に来てコンセントを挿すディテールがあって、それをここから入れるんですね、このポケット。だからこう貫通してるんです。今の現代ではほぼ使うことがないものですよね。でもそれを忠実に再現したんですね。あと脇のこう、ファスナーのついたポケットもあるんですけど、ポケットというか下に着たスーツの、そうです、中に手が届くようにこう貫通ですね。これワークウェアなんかでも時々あるディテールですね。そうですね。貫通ポケットは、ポケットがいっぱいありますね。これたくさんあります。で、座って操縦した時に地図とかいろんなものを取りやすいようにここにも下にもポッケがあって、これは足の横の部分になるわけですね。今座った状態ですとすぐ取りやすいんですね。ここだ。であとこちらにはですね、こういうポケットがあるんですけど、これはまた何ですか。緊急時の酸素補給用の装備品をここに収納して。申し上げにくいんですけど、今バズリクソンズをこれを買っても、絶対使わないディテールですよね。それはでも絶対再現しなきゃいけないですもんね。しなくてはいけないと思って、バズリクソンズとしては。面白い。なんか楽しくなりそうですね。いろんな、これもまたなんかポケットですよね。そうですね。こちらにもポケットもありますし、また両方にいろんなポケットが、上からも横からも、面白いですね。この A11 パンツ、一般的なトラウザーとはやはり違ってオーバーパンツですので、やはりベルトループがなく、最初からこのボタンにサスペンダーを引っ掛けるトラウザーですね。サスペンダー式の前に2股分、後ろこっちにもありますね。そうですね。こう作るってことですね。後ろも一つこう二股に分かれたものがつくと。そうなんです。オーバーパッツですね。ちょっとウエストが後ろが高い感じになってますね。そうですね。もうなんかサスペンダーで釣りますよっていう、そうですね。そういうとこですよね。いやこれはでも。ジャケット作るのもすごく大変だとは思うんですけど、そもそもファスナーこんな長いし、ファスナーも本当長いですしここも長いですもんね。あとは何といってももう生地の容量ですね。ジャケットよりかかっちゃうもんなんですか。めちゃくちゃ非常にかかります。もう裏地のライニングアルパカはウールですので、ウールって高価な素材じゃないですか。これだけでもうどんどんもう状態が圧迫されてコストが上がってって、いやもうでも本当ね、余計なお世話かもしれないですけど、商売考えたらあまり作りたくないような、そうなんですよね。すごい手の込むですけど、ジャケット同様に先ほど裏返しましたけども、機能美あふれるこのトラウザーを眺めてたら、どうしても作りたくなってしまって我慢できなくなった。そうか、そういうもう本当に熱のこもった、なんか上下でセットアップでなんか勢い余って作っちゃいましたね。いや いずれ亀谷さんがこれを上下で着て現れてくれる日がすぐそこにあるんだろうなと僕は真冬になったらどこかで期待して期待したいと思います。電車で会わないようにしましょう。そうですか。
今シーズンはですね、先ほどご紹介したソリッドモデルプラスしてカスタムバージョン、こちらも用意しています。スコードのパッチがバツンと、はい、左胸にはですね534爆撃飛行体、はい、で右胸にはですねその飛行体が4つありまして、その4つを塊が今度グループっていうなるんですけど、それが第381爆撃大隊グループのパッチで、レザー製にですねハンドペイントで職人さんが当時と同じようなやり方で、レザーで、はい、本当だ、ハンドペイントですね、はい、味ありますね。味ありますよね。こっちもですよね。はい、こちらもそうです。ハンドペイント。すごくこういうカスタム、その舞台衣装をつけるとですね、一気にフライトジャケットが華やかになってきます。そうですね。はい、なんかこう着やすい。僕なんか街で着ることを考えると、はい、カスタムついてて、はい、ちょっと色味もポップな色味使ってるじゃないですか。より着やすくなるかなというね、気はするんですけど、はい、で後ろにもですね、こんな風にその舞台のステンシルが入ってます。そのグループので第8空軍マイティエース最強の第8空軍だよっていう内容のもの、はい、第8空軍麗華なのでこの舞台は、はい、背中もかっこいいですね。こうやってステンシルがね、入ってで前にはポンポンとインパクトがあって、たっぷりデコレーションを楽しめそうですね。これ前も後ろもすごくこうアメリカンな感じになりますよね。こういう装飾品がつくと一気に華やかになって。いや1940年代にもこういうデザイン、こういう配色してた軍服があったっていうのがなんかちょっとロマンチックですね。いかにもアメリカですよね、こういったところも。今回はこの B15 と、そのトラウザーの A11 ですか、これは。A11 トラウザー A11、1モデル派生のカスタムモデルまでなんですけども、この組み合わせだけでなんかもうたっぷり勉強になりました。すごくやっぱりフライトジャケットって面白いですね。今更ながら、思います。極限までそのデザイン性を排除して、もう機能性優先でできてるジャケット、あとトラウザース、この辺にねものすごくこの魅力を感じてるんですね。いやなんか特に今回僕あんまり見たことのなかったトラウザース、ほぼ使うことがないだろうっていうね、ギミックまでたっぷり込められてるから、すごいなと思って、逆にそこに心が揺れてしまうんですよ。この他にもですね、その温度域の違いのフライトジャケットとか素材の違うフライトジャケット、たくさん用意してますので、進化の前後いろいろありますもんね。ありますので、ぜひお店に運んでいただいてですね、本当に自分だけのお気に入りの一着を見つけてほしいなっていうふうに感じてます。そうですね。いろんなものを持ちたくなってしまうと思いますよ。どれも詰まってますからうんちくが。それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。